はい、木村健太です。今回は、夏直前、というか夏ですね、もう6月なんで、淡路島の池にやってまいりました。今回はね、夏の釣りってことで、特に、これやってくださいみたいな縛りがないってことで、ちょっと自由にやらせてもらおうかなと思って、ちょっと楽しみにしてます。頑張ります。来た時よりちょっと生命感上がってきたな、これ。やっぱこの音にちょっと集まってきてるんですよね、若干。さっきはね、これの向こう側、この岬の向こう側がね、ひたすらもじっとるんですよ。なんかカエル探しとるやつがおるんかも。こん中突っ込んできとったら熱いんだけど。やっぱ淡路土ガエル多いんですね。多いですね。うん。こんなに土ガエル多いとこ見たことないもん。うん。うん、ほぼ。去年来た時も。当番とかでほぼ牛ガエルか殿様カエル。ちょっとここはあかんね。ここにほんま一番おると思うんやけど、ここやとグリップさせれへん。あ、出た。びっくりするわほんま。そこにおるんやけど、あん中だけなんやけどな。ちょっとこれで夏ぐらいになるとね、これでしっかり消し込んでくれる率が上がるんやけど、ちょっとまだ早いような気するんだよな。これ絶対今見てますよ、魚。絶対気にしてるはずやけど、これでちょっと一回魚をその木に刺しといてからのコンボや。向こうにも入ってきたな。難しいな、そのコース。完全変えるパターンですね。 OK。 多分今ね、岸に当てんと食わへんぞこれ。僕のキャスト精度では無理なとこに。シェードについてるっていうよりも岸見とる。カエルとか食っとったんじゃないですか、あれ。土ガエルさっき出てきた。やったらこれ食うはずなんよ、ポッパーとか。さっきの池でもね、やっぱ岸ベッタベタ見とったんですよ。朝行った時これぐらいのところでショッて、多分あれカエルが僕らにから逃げたやつリアクションで食っとったんや。こんだけ話したらもうあかんちゃうかな。
ギルクっておっしゃいいサイズよっしゃめっちゃ水中に出ましたね。よっしゃ気持ちいい出方した。ナイスフィッシュファスターフです。あ、今なんかいい言い方違うかな。なんか見に来とったかもしれない。今ちょっと護岸が揺れましたね。うん、多分今のバスやね絶対。見に来てたんがビビって前やったかもしれない。今ねこの一発木が倒れているところの周りをパラスコットで攻めてたんですが、ちょっと反応なかった割にやっぱ見た目がすごいいい場所なんですよ。でまあ多分魚おるやろうと僕は考えている場所なんで、今度は地学路4インチのバックスライドですね。地学路4インチに、インフィニ流儀のインフィニの30に16分の1オンスのネイルシンカーを入れたものですね、このボディに。で、タックル自体がねバレットショットにバニッシュレボリューションのフロロの20ポンド巻いてるんで、いろいろ応用できるタックルですね。言ったら抜けの釣りでそんな何本も持って歩けないんで、割と応用の効くタックルっていうことで、今回はバレットショットでいってます。ちょっとこれをスルッとこの根元に入れてみたいと思います。深いなこれ。かえってねプレッシャー低い時ほどこういうボトム系の釣りは有効になってくるんですけど、正直ねもうプレッシャーかかりきってるなと思ったらもう最後までトップで出るまでやるぐらいの腹でやった方がいいんですけど、今ちょっとねまだベジテーションとかが少ないっていうのと、まだ6月頭そこまでプレッシャーかかってないかなっていうイメージなんで、こういうインレットじゃないとこでもボトム系のこういう内物で出せる可能性があって、もうちょっともう本当に夏らしいなっていう感じになってきたら、それこそインレットだけこういうね内物バックスライドとかで打っていく形になるんですけども、今の時期の段階やったら割とこういう普通の部分、普通のバンクでも出していけると思うんで、ちょっと丁寧に打っています。やっぱね普通に考えるとこういうのの方がプレッシャーかかってる時強いんじゃないのって思われがちなんですけど、結局ルアーを見せるってどういうことかって考えると、この物体が目の前にドンってきちゃうっていうのはそこそこ活性高いやつじゃないとやっぱ見切っちゃいます。逆に見せた方がこれ早いなっていう判断ができる時はこういう見せる系でカバーに絡めていくっていうのが一つのストロングパターンなんですけども、本当にプレッシャーの度合いによってはフロッグっていうのは僕はやっぱり対プレッシャーっていう意味では今だ最強の手段だと思うんで、カバー絡めてかつ浮いてるっていう見切れない2大要素が絡んじゃうんで、僕にとってはフロッグが最強パターンなんやけど、この逆に上ずってない魚を無理に上向かすことは不可能なんで、こういう段階では両方やってみないとわからない感じですね。うわ素晴らしい。あったわ。取れるか。いや小さいけどバックスライドで来ました。ちょっと危ないかなというとこで壊したけど可愛いですけどね。違う黒4インチバックスライドセッティングです。これもやっぱねフッキングの時にこうやってここからオフセットフックかけてたんですけど、ここをバリッと割ってしっかり素張りで乗せれるようなセッティングするのが肝ですね。
あ、食った。よし。ちょっとサイズダウン小さかったけど、ジャンボ違う黒きました。このサイズのドアでもがっつりですね。でこれが4分の1オンスのテキサスリーグなんですけども、ジャンボチガクロにフックがリミットっていう流儀の新しいフックですね。割と細身のワームにフィットする、十分今ぐらいのカバーなら抜いてこれるっていうかね、ウッド系のカバーは特にすり抜けがいいんでおすすめのフックです。カード届くかな。OK、いきます。いけるやん。その角とかスキップさせたいけど無理やな、あれ。いけたよ。おっしゃ。絵に描いたようなところで来ましたわ。いいサイズ。かっこいいなこの魚。絵に描いたようなところでチャポンやって、夏ですね。やっぱね、今もたまたまキャスト結構難しいとこやったんやけど、スパンと入ったらやっぱ岸向いてるんで、基本的に壊せやすいやつって。で2アクション目ぐらいかなでチュポンって食いに来た感じですね。多分やっぱこういうやつって虫系を意識してるっていうかね、こういうもう日焼けしていい感じになんかシャローいてもしんどくないっていう体してますね。こういう魚好きです。紙キャスト第2弾入ったわ。もう一匹来たりして、もうちょい水しっかり。そやん、どんなんすげえ面白い。バスターク連発中です面白。はい、今回ボトム系の釣りでですね使用しているのがこのバークレーのチガークローシリーズですね。今回も魚が釣れてるリグワームなんですけども、これがね、5インチ4インチっていうサイズ差なんですけども、3インチ4インチ5インチとラインナップあって、今回は4インチ5インチで使っていてます。でこれはバックスライド系ですよね。こうスルスルスルっとこっち側に糸結んでやって、ちょポンと入れたらスルスルスルっとこうちょっとバックスライドしながら、そんなにバタバタなるっていうよりかは、この手がねうまい具合に絶妙に水を受け流してくれるんで、スルスルスルって入っていて、でビンって引っ張った時にこれ裏返ってビロビロビロってなって、またスルスルスルっていうすごい魅力的な動きをして、かつスライド力がすごい強いです、このリグに関しては。でこれはね4インチに、フックは流儀のインフィニの30っていうサイズをこの辺りからこのちょうど割れ目みたいに先っぽになってますよね。ここからこう針を入れてこういう感じで抜いてます。要は半面だけ拾ってる感じですね、ワームの。で針先はカバーの濃さに応じて針先の隠し方は変えるんですけども、今日は割とライトカバーなんで一回出して入れるっていうインフィニでこういうセッティングですね。で食った時にやっぱり必ずここが薄めにしとかないと、ここがパチンと弾けてくれないとフッキングが決まりにくいんで、こういう状態になって魚の口にかかってるとすごい理想的かなと。でもう一つバックスライドさせる時に、僕がこのチガクロ4インチに関してはやってるのが、ネイルウェイトをねここに実は入れてるんですよね。16分の1オンスをこうはわすように入れてるんですけども、ネイルシンカーをね。
これ入れる位置の目安としては、ここにねバークレーって書いてあるんですよ。このバークレーって書いてあるちょうど B のあたりから差し込んで、でなるべく真ん中っていうよりかちょっとフック寄りですね、お腹側寄りにこう沿わせていく感じで、ちょっとうっすらグリーンパンプキンとかやったら見えるなぐらいのところをこう通してやると、これでバックスライドリグは完成ですね。で、テキサスリグに関してはもう当然クローワームのテキサスリグなんで、普通にペグ止めして結構ちょっと濃いところに入れていくようにしてるんですけども、今回はねそんなにむちゃくちゃ濃いヘビーカバーを打つわけじゃないんで、リミットっていうこれも流儀のね新しいフックなんですけども、リミットの50っていう割と細身のナローゲープですね。ワイドゲープっていうのはゲープ幅が広いもの、これは割とナローなもので、かつ、結構太い線なんで、これはもう、正直ね今回フロロも PE も両方使ってるんですけども、どっちでも乗せれるぐらいの、かつ絶対伸びないですぐらいの強度のあるフックですね。でワームね、これノイ系にしてはかなりパンチ効いてるサイズやと思うんですよ、5インチって。ただ、正直ねこの夏前後ですね、特に6月7月8月になるとね4インチぐらいでストンと落としてやった方が良くなったりするんですけど、6月7月とか特にこのジャンボチガーっていうのはかなりね誘いが効くんで、僕的にはね正直でかい方がもう40アップがいる域やったら僕恐れずにこのサイズ投げてもいいと思います。それぐらい食性の高い季節なんで6月7月っていうのは、内物にはちょっと僕は気持ち大きめでチョイスしていってもらっていいかなと思います。プラスこのチガクロに関してはジャンボチガなんか特にもう手の肉厚もこんな感じですごいボリューム感があって、でボトムにベターンってついてベロベロベロみたいな、これも着底させておくってちょっと置いとくとコンって当たりが出るイメージなんで、もう素材感とこのボリューム感で壊してる感じです。でプラスバークレーのマテリアルってもうすごい匂いたらもうすごい、これね昔から釣りしてる人やったらバークレー臭って言ったら一発で分かるような匂いなんですけど、このねバークレーのすごい得意な素材ですね。もう味と匂い付きのバリバリの置いとくだけですごいアピール力のあるマテリアルが採用されてるんで、もうかなり時間をかけて釣っていく時におすすめのワームですね。とにかく見せて食わせる時のリグです。危ねえ、もうスキッピング足場やんこれ。危ねえ、スキッピング用やこれ。おい、その木邪魔。あかん木に絡んでる。この状態で出られたらちょっとまずいけど。せっかく持ったしこれでも一匹釣っときたいねんけどな。来た来た来た、巻き始めてきた。よっしゃー今ねバックラッシュして巻き始めたら食いました。びっくり。多分ねボトムについて僕バックラッシュしたんですよ今多分ガンガンに見てて動き出したからリアクションでいっちゃったんですよね。これ結構ノイゲでようあるんですよ僕。ようバックラッシュするから
これ今釣ったのが175のニュータイプですね。 ABS モデルで中透明になってるやつなんですけど、スプリングウェイトが入ってるっていうのとプラス、個人的にね僕が使ってる感想やとすごい言うこと聞いてくれるっていうか、すごい思った通りにカンカンカンって動いてくれるんで、ちょっとアクションした時とか思った通りの方向行ってくれて、食わせたいところでパパッとかちょっと変則的なことをしやすいんで、すごい使いやすくなってるなっていう感じですね。でフックは流儀のピアストレブルの2番ですねにチェンジして、もう触っただけで今なんか合わせてもないのに勝手にバレようのないかかり方してました。やりました。はい、夏のトップウォータープラグですね。夏の野焼き攻略で僕的にもうやっぱ欠かせないのはこのパルスコットみたいなポッパーですね。やっぱり移動距離を抑えれて、考えようによっちゃ虫にも化けるしブルーギルにも化けるし、割とバスが結構小魚とか結構速い動きのもうスパーンってボイルしてるような時だとあんまり有効じゃないんですけども、どちらかというと、なんか黒い魚がオーバーハングの下に浮いてるみたいな、そういう条件の時ってすごいポッパーっていうのは有効になってくるトップウォータープラグなんですね。で、これを使う時に、僕なりにも結構最近絶対的なもう絶対これをやるっていうチューニング、見ての通りフェザーフックダブルです。で元はテールだけなんですけども、僕は個人的にねもうポッパーってボコンってやること自体は大して食わす能力はないんですよ。ボコンっていうのはあくまで見つけさせる、それだけの意味なんで、ボコンで見つけさせた後のこのパルスコットなんで中にスプリング入ってるんでブルブルブルって震えますよね。震えながらもこのフェザーも一緒にブワーってこう垂れていくっていう、もう言ったらこれだけでポンってってやった後に止まる、この止まった瞬間のこのブーって震えながら垂れていく、もうこれだけで食わせの能力があるんで、基本的にバイトっていうのはもう止めてる最中にパコンって出ます。でもうこのフェザー、これ今ねピアストレブルのフェザーバージョンですね。ピアスフェザーっていうフックなんですけども、これブラックボディのカラーに合わせてブラックをチョイスしてるんですけども、これの3番です。僕パルスコットにつけてるのは、標準は4番4番ついてるんですけども、それをピアスフェザーの4番、3番3番、1番手上げて、浮力は十分足りるんでこのポッパーに関しては、なんでとにかくかけること優先で大きめの針で、やっぱり針だけ素張りの状態でプランと垂れるよりかは、やっぱ僕はもうやっぱこれがすごい気になって、魚的にはもうこれ水中でしぼんで開いてみたいな感じですごいアピールするんで、特にこのピアスフェザーに関してはもうこのフェザーの量っていうのもねかなりプロトタイプの段階からこだわって、こうパッと綺麗に開くっていうイメージでデザインされてるので、すごい僕的にこのステイを入れる釣りですね、ステイ中に食わせるっていうそういうタイプの釣りをする時にはもう絶対フェザーをおすすめですね。もうこれはペンシルベイトでも何でも一緒です。ピッピッピッピタジャポンっていうイメージの釣りだったら、結構フェザーフックってついてるルアーついてないルアーってなんでって言われやすいんですけど、特にこれがもうほんまに最後の食わせのトリガーになったりするんで、すごい僕は使う絶対手間を惜しまず変えるようにしてます。でもう一つポイントですね、トップウォーターにしてもそうなんですけども、こういったこれはスライドスイマー175なんですけども、こういったね結構ステイ中にバイトを出したりとか、もしくは言うたらそんなにストラクチャーに絡めていかないルアーですよね。下に張り付いてるんで、もうここに枝とかあったら引っかかっちゃうんで、そういうとこ通さないタイプのルアーに関しては、通常ねトリプルフックってこういう向きでついてますよね。ボディに対して針が2つついてて、2つこう分かれてるサイドがこうついてて、で1本だけがこう外に出るようにセッティングされてるんですけど、僕はこれをね裏返しに1本が内側で2本外側っていう、こういう感じの付け方してます。これは言うたら引っかかる、そこまで引っかかるとこ通さへんからっていう理由と、やっぱり外側に1本よりかは2本の方がサイドからパンって食ってきたりした時に、針先が口の中に入るチャンスが上がるっていうことで、クランクベイトとかに関してはね逆にこれしちゃうと結構サイドから引っかかりやすくなったりしやすいんで、僕はこういったオープンウォーター用のルアーの時はあえて逆向け、このポッパーでもそうですね、でこのスインベイトでもそう逆向けっていうのは結構僕は最近こだわって
やってるところですね。ほんのちょっとした差なんですけども、これで100バイトが80匹になるか85匹になるかっていう差が出てくると思うんで、すごい気を使ってる部分ですね。あ、食った。よっしゃ、小さかったけど来ました。ジャンボチができたはずですね。このサイズでもがっつり食っちゃいましたね。もうなんか話す気せえへん本気食いでした。あ、食った。なんでええ感じで送ってましたよね、僕今。そしてええ感じで持っていったんですよね。テールか甘噛みやな。サイズでかないんかな。スーパーええ感じで持っていったんですよね。やっぱ魚がちょっと浮き気味な時の食い方やな、これ完全に。虫やもんな。完全無視やもん。悪ないサイズっぽいですよね。あ、食った。よし、あれ。ったかも。よっしゃ、よし、ちょっといいサイズや。よし、イエーイ。ちょっとマシなサイズきましたね。じゃあもう違う黒。はい、今回結構カバー周りで、この違う黒を使用するときに、使ってるフックなんですけども、今回はねまだ、6月入りたて、6月上旬ということで、割とカバーがまだひしもとかも薄い状態なんですよね。なので、フックはね、このバックスライドに関しては割と薄めのカバーをやってるので、このインフィニの
30ってやつですね。ちょっとやっぱ内側を向いてる針なんで、弱い力でもスコンと乗りやすい。わしはこの時期結構加えて魚がビュンって走りやすいんで、走っていった魚でももう巻いてるだけでストンって刺さっちゃうぐらいの要領で、ライトカバーにはこのインフィニで、ちょっと木とか絡んでんな、枝とか絡んでて、ちょっと強引なやり取りをしないといけないなっていう時は、この試作のリミットっていう針ですね。ナローゲープで、割とすり抜けがすごいいいんで、このフック使うと。なのでウッドカバーとかには特におすすめのフックで、結構こういった、ジャーム違うもそこまで肉厚が太くないんで、ナローゲープで十分合わせればフッキングが決まってくれると。手返し重視のフックだと思ってもらえればいいですね。フロロカーボンでも全然対応可能なカバーフックです。でもうさらにもう言うたら僕の超得意なパンチングとか、そういったもうほんまに濃いカバーをガンガン打っていきたいという時は、やっぱりP ラインにこの TC フックですね。僕のプロデュースフックなんですけども、もうこれはもう何があっても絶対曲がらんって約束できるぐらい強力なフックなんで、もう思いっきり言うたらひしもの中に貫通させていったりとか、濃い金玉のマットがあったりとか、カバーの向こうのカバーにもう一回入れたりとか、もうそういうところで P 使って思いっきりフルパワーフッキングするなら、もうこのフックで決まりだと思います。これがね TC フックっていうタントラムコントロールっていうもう超じゃじゃ馬をねじ伏せるようなフックなんですけども、このフックを使う時はこの TC キーパーっていう熱収縮チューブでワームのずれ止めを作ってます。これはもう通して炙るだけのものなんですけども、これのリグり方としては結構ね、これ読んだだけじゃ分かりにくいかもしれないのでちょっと実践してみます。まずね、ここであんまり深く深いところから出しすぎないように、この距離ね、この距離があんまり深すぎるとフッキングの時に妨げになっちゃうんで、もうちょこっとこれぐらいでいいです。もう特にライトカバーとかやったらもうこれぐらいでもいいぐらいです。割とこの肉の幅ですね、これをちょっと薄めにかけて、もう本当にカナダモドームのパンチングとかね、カナダモマットとかやるときはもうちょい深めにしたりもわざとするんですけど、今はフッキング効率重視で、ちょっと愛が隠れるかなぐらいのとこで、このちょうどエンドの部分ありますよね。この部分がもうずれないように止めてくれるんで、この辺りでガツッと止めてやるっていうイメージです。で、針先は出して戻すじゃなくて、もうこういった類のカバーフックっていうのは基本的に針先を完全に中にしまってしまう、こういった使い方をしてます。でもう魚が食ったら、カバーはすり抜けはすごいいいんやけど、魚が食ったらもうとにかくフルパワーフッキングでガッとここの肉を破りつつ乗せちゃうと、ここを貫通させる、こういうのがフッキングのメカニズムですね。いはりますね、まだまだ。刺してきたはりますね、これ風やんで。今のあかん魚の音じゃないですか。これかな。あ、カープでしたね。カープ。カバーにちょっとタイトについた瞬間やったら食うんやけど。50アップはこうへんか。あ、なんか当たったかも。あ、食った。ああ、くそ。完全食ってました今の。なんぼ魚おるんですか。ここ。今まさに頑張ってる。うわ、結構歯型ついてるわこれ。今の良かったかも。ってことはなんかまあまあグッドフィッシュかも。あ、食った食った。乗ってんのこれ。
分からん。乗ってる。おお、いいサイズ。おお、いいサイズ。おお、いい。すげえ。ジャンボ違う。イエーイ。これはええサイズですね。おお、ええとこにリミットがっつりすくってます。まあジャンボチガーは全然いいけどもでかすぎじゃないですね。ということで、まあ久しぶりの野池の、ガチで釣りする感じの一日やったんですけども、まあ結論から言うとむっちゃ面白かったですね。なんかいろんなパターンで魚が見れて、いいサイズ釣れてっていう感じで、やっぱりやっぱカバー絡めていくっていうのは、基本中の基本なんですけども、野池の釣りにおいて、プラスやっぱ表層のタイミングだったりとか、ここは打っていいかなみたいな、そういう雰囲気を嗅ぎ取っていけるかどうかっていうのもすごい大きなところなんで、やっぱり特にアーリーサマーから夏にかけてっていうのは、最高のシーズンだと思うんで、皆様もぜひ楽しんでください。